お待たせしました。鶏貝のお作りと握りになります。
こんにちは。こんにちは。どうぞ。失礼します。本日のメニューはこちらになります。ありがとうございます。鳥貝のお作りとお寿司。はい。楽しみです。新鮮なのが入ったんで、それでお作りしますね。そうなんですね。ドリンクどうしましょう。今日は日本酒でお願いします。わかりました。ご用意します。じゃあお醤油になります。ありがとうございます。日本酒になります。いいです。ありがとうございます。美味しいですね。よかったです。今日の鶏貝はこちらを使います。そう、大きいですね。そうですね。今が食べ時だと思うんで、ぜひお楽しみください。それでは鶏貝を殻から外していきます。はい。鳥貝ってなんで鳥貝って言うんですか？それがですね、鳥貝と言われるのはこの形が鳥のくちばしに見えるから鳥貝と言われます。そうなんですね。はい、知らなかったです。じゃあどんどん置いていきますね。はい。でここに貝柱があるので、その貝柱をめくってます。へえ。こことここに貝柱がついているので、そこを沿う形で取っていきます。当たりですね。カニが入ってました。カニだ。はい、すごい。そうなんですよ。これ共存してて。そうなんですか？はい、別に食べたいとかそういうのではなくても、一緒にここに住んでいるっていう形ですね。へえ。貝の殻って硬そうに思うんですけど、意外と柔らかいんですか？鳥貝は特に柔らかくて、もう薄くて柔らかいっていうのがありますね。だから割れやすいですね。そうなんですね。これ今取った鳥貝なんですけど、まだ生きてて、こう叩くと反応します。動いてますね。はい、すごい。こちらをさばいていきます。はい。まずは紐の部分と身で分けていきます。この紐の部分も後でお作りの場合出しますので。ありがとうございます。はい、で、こっちを開いていきます。で、内臓を取っていきます。で、ここにラップを引いているのは、この茶色い部分をきれいに残すためにまな板にラップを引いています。そうなんですね。ここすごいデリケートで、少しのこすれで取れちゃったりもするんで、取れてしまうと見栄えが悪くなってしまうので。そういうことなんですね。はい。次、紐の部分を掃除していきます。はい。取っていかれてる分は内臓になるんですか？そうですね。内臓であったりとか、海水をろ過してくれるエラの部分と一緒のことになりますね。そうなんですね。さあ、鶏貝を10秒ほど湯がいていきます。はい。で、氷水につけます。
湯がくとこんだけ鮮やかになります。次はこれを握り用にするので少し冷やして伸ばします。あ、そうなんですね。そうするとその形がついて握りやすくなります。ああ、本当ですね。伸びてますね。はい。すごい。最後に紐を湯がいていきます。はーい。氷水に上がったやつを酢水につけて残っている汚れを取って水気を拭きます。あ、はい。やっぱり普通のお水より酢水の方がいいんですか？そうですね。そうするとやっぱりキュッと締まります。あ、そうなんですね。でそれで鶏貝の食感であったりとか甘みがより分かりやすくなります。最後に紐も洗っていきます。はい。それではこちらをお作りのお寿司にしていきます。それではお作りの方を作っていきます。お願いします。は鶏貝の殻も使っていきます。い。いつもはお作りで大根の剣を使うんですけど、はい。今は新玉ねぎが美味しいので新玉ねぎを使います。へえ。で調味料にからし酢味噌も使うので新玉との相性がいいです。へえ。次は鶏貝の紐の部分を使っていきます。はい。刻んだ大葉と紐とごまを和えます。で最後に酢味噌を入れて木の芽を添えます。これで完成です。
それでは次は握っていきます。お願いします。あ、すごい、まだ動いてますね。そうですね、息がいいので。すごい。紐をつけていきます。最後に木の実を乗せます。これで完成です。美味しそう。お待たせしました。鳥貝のお作りと握りになります。わあ、美味しそうですね。お作りの方はからし酢味噌とお醤油とお好みでお使いください。はい。握りの方は甘だれがついているのでそのままお食べください。あ、はい、ありがとうございます。どうぞ。じゃあいただきます。どうぞ。すごい鶏貝が弾力があるんですけど柔らかくて、はい、からし酢味噌ですか？そうです。すごい合いますね。そうですね。鶏貝が先ほど少しボイルしたんですけど、それで甘みとこの歯ごたえがよりはっきりとします。で、からし酢味噌の方なんですけど、最初すごい甘いと思うんですけど、後からしっかりからしの風味がきて、はい、それがもう美味しくいただけるところだと思います。紐の方もいただこうと思うんですけど、はい、わさびってお醤油に溶かした方がいいですか？それとも直接？は好みなんですけど、わさびの風味を直接感じたい、強く感じたいっていうのであれば、紐の方につけてもらって醤油を少しつけて食べてもらった方がわさびの風味は感じます。で、辛さは好きや、わさびの風味は好きやけどそんなに感じたくないってなるんやったらわさび醤油溶かしてもらってつけてもらった方がよりマイルドになると思います。紐もすごく大葉と合いますね。そうですね。紐の部分は匂いがちょっときつかったりはするんですけど、そうなんですか？はい、それを酢水で洗ったりとか、こうやって大葉で刻んで入れることで、その匂いも香りがすごい良くなると思います。すごい美味しいです。良かったです。すごい鶏貝が歯ごたえがあるんで食べ応えすごいですね。そうですね。お作りの場合は半分に切ってるんですけど、もうそのまま鶏貝を楽しんでもらおうと思って、もう一匹そのまま使ってるんで。ああ、贅沢な。そうです。すごい美味しい。ごちそうさまでした。ありがとうございました。今日も本当に美味しかったです。良かったです。もういい鶏貝が入ったんで、喜んでいただいて嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。